じゃあ前回の続きからやっていきましょうか。はい。前回はキャラクターを動かすところまでいけたんですよね。チュイン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 。チュイン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 。ではアニメーションをまずつけましょうか。はい。巻物。26行目あたりでこの入力があったかどうかを判定して、入力があったらアニメーションさせるようにしましょう。はい。if と書いていただいて、まず velocity.length と書いていただいて、カッコをつけてください。そうですか？はい、二次元ベクトルとしての長さが返ってくるので、これの長さが0より大きければ、なんか入力があったんだなってことが判定できるんですね。大なり記号を打っていただいて、これね。それです、それです。で、0と書きましょう。0。ほら。で、この時に何するかというと、アニメーションを動かしたいので、ドル記号を打っていただいて、そしてアニメーテッドスプライトをそのまんま入れていただいて、アニメーテッドスプライト。プレイヤーのアニメーテッドスプライトを取ってくるので、こいつにアニメーションさせればいいので、ドットプレイと打ちます。ドットプレイ。これも関数なので、カッコをつけます。はい。止まってる時はアニメーション止めたいので、はい。で、else と書きます。ELSE。はい。で、ここでコロン入れていただいて、はい。で、またアニメーテッドスプライトの今度はストップを呼びます。はい。これで実行してみましょう。はい。これで動いてる時だけアニメーションするようになります。本当ですね。で、もともと前回アニメーション定義としてウォークとアップというのをつけていて、これがどうもウォークが左右に動く時のアニメーションを想定していて、アップが上下に動く時のアニメーションを想定してるみたいなんですね。はい。まずライトとレフトの時にアニメーションをウォークにするのと、ダウンとアップの時にアニメーションをアップにすることを行います。はい。19行目の後ろでエンターを押していただいて、はい。ドルアニメーテッドスプライトを入れていただいて、はい。で、こいつのドットアニメーションというのがあります。はい。こいつが今動かすアニメーションの対象を設定する場所なので、イコールと書いていただいて、イコール。ウォークと打ちます。お。これと同じ要領で、ムーブレフトにもこの行を入れます。で、ここも同じ要領ってことですか？はい。こっちはアップってことですか？そうです。これで動きを見てみましょう。設定したアニメーションで動いてますね。はい。今度はこれを行きたい方向を向くようにします。はい。で、今度はアニメーテッドスプライトに左右反転するかと上下反転するかっていうと状態を持つものがありまして、レフトの時に左左右反転、ダウンの時に上下反転するようにしましょう。はい。またアニメーテッドスプライトのフリップ V というのがあります。増えるか。フリップ V。トゥルーとファルスというフラグ的なものしか受け入れない変数になってまして、で、右側行くときは反転する必要がないので、イコールファルスと書きます。で、これをそのまんまコピペしちゃって良いので、はい。25行目でこっちでは反転するようにトゥルーを入れます。こうですか？はい。じゃあこれをこっちもアップの時に、ファルスで、ダウンの時にトゥルーってことか。はい。ただ、フリップ V が左右反転のフラグなので、はい。上下反転は H を、フリップ H になります。じゃあ、これでいってみましょう。はい。あれあれやっぱ V と H 逆でしたね。V ですね。逆でした。はい。ああ、いいですね。おー、いいですね、いいですね、いいですね。では、次に敵キャラクターを出しましょうか。はい。新しくエネミーのシーンを作ります。はい新しいシーン。新しいシーン。はい。その他のノードを選んでいただいて、プレイヤー何で作ったっけな、エリア2でか。違う。なんかユーザーインターフェース言ってた。これ、後で変えられるので大丈夫です。コントロール右クリックしていただいて、で、型の変更というものがありまして、変更。あー、なるほど。で、ここからエリア 2D を選びましょう。OK。コントロールになってる名前をエネミーに変えておきましょうか。はい。プレイヤーに対してやったのと同じようにアニメーションと当たり判定をつけていきます。
いいですね。 OK です。プレイヤーとエネミーができたので、いよいよこの2匹を出したメインゲームを作ります。はい。新しいシーンを作成で、はい。名前をメインゲームとでもしておきましょうか。はい。これは何にすればいいんですか？やることがないのでノード 2D にしましょうか。ノード 2D。ノード 2D これか。はい、名前をメインゲームとでもしましょう。はい。で、プレイヤーと敵キャラクターを追加します。どうやって？まずこのメインゲームを開いた状態で、ファイルシステムの中からプレイヤー .tscn と enemy.tscn の位置を確認しておいてください。これとこれね。はい。そしたらおもむろにそいつをドラッグ&ドロップして突っ込みます。おお。とりあえず場所は適当で良いので、とりあえず追加したので一回動かしてみましょう。これか。はい。おお。動いた。動きますね。敵キャラは動きを何も設定してないので動かないですね。はい。次は敵キャラ動かせましょうか。はい。もう一度敵キャラクターを開いていただいて、はい。で、これか。これ巻物。はい、巻物つけます。で、OK。Yes。最終的にこのゲームって敵キャラクターがバラバラ画面のどっかから湧いてくるのに対してプレイヤーが避け続けるみたいなゲームを作っていきます。ただこのエネミーのシーンの中だとプレイヤーの存在がないんで、こいつはプレイヤーを知らないんですね。なのでプレイヤーを教えてくれるのはメインゲームの方でやるとして、エネミー側では愚直にもらった行き先に向かって突撃するだけのスクリプトにしましょう。まずこいつの変数として外からもらうための角度と速度をもらいます。はい。バーと書いて、こうか。はい、ベロシティと入れます。デフォルト値は0でいいでしょう。ベクター 2.0 と入れてください。0。はい、OK です。回転についてはもともとエリア 2D 自体が回転の概念を持ってるので特に追加しません。ベロシティを使って動いていただくようにしようと思います。またプレイヤーの時にやったようにファンクアンダースコアプロセスを追加してください。はい。ここでキャラクターの移動を行います。はい。まずポジションと入れていただいて、でこいつにプラスイコールでベロシティ、そしてかけるデルタをやってください。デルタ。はい、どっかから速度が設定されれば動くようになりました。はい。その役目をメインゲームに追ってもらうので、まずメインゲームのシーンに行ってください。はい。で、はい、メインゲームにスクリプトをつけます。はい、巻物。はい。今回はまず動くことの確認からやりたいので、レディの中の処理でエネミーに初速を与えましょう。はい。ドルエネミー。エネミー。ドットベロシティと打ってください。はい。で、これに対してイコールベクター2の100カンマ100と入れてください。100カンマ。やったー。で、メインゲームシーンの動きを見てみましょうか。はい。お、なんだこのよくわからない動きは。いいですね。とりあえず動きを与えたら動いてくれることは分かりました。はい。で、これだとプレイヤーの方行かないんで、プレイヤーの方に飛んでいくようにしましょうか。はい。で、ちょっとプレイヤーをなんかいい感じに画面中央ぐらいに持ってっておいてください。はい。はい、メインゲームのスクリプト開いていただいて、はい。角度を設定します。ドルエネミーのドットローテーションというものを使います。エネミーのドットローテーション。はい。こうか。はい。これが角度が入ってる部分で、これの値変えたら角度も変わるので、ここにプレイヤーの方向に飛ばしたいので、プレイヤーの座標と自分の座標を見て、その座標から角度を求めて、その角度をここに突っ込んでやればお仕事完了なわけですね。はい。で、その計算をパッとやってくれるやつがさすがゲームエンジン持ってるので、それを使います。はい。ちょっとややこしいんですが、カッコ入れていただいて、カッコの中でドルプレイヤードットポジションマイナスドルエネミードットポジションと打ちます。はい。2人の座標の差分が取れました。はい。ドットアングルと打ってください。ドットアングル。はい。これをやるとなんかいい感じに座標の間から角度を求めてくれます。はい。向きは変わったんですが、移動速度が固定値のままで移動速度を直します。はい。エネミーのベロシティのイコールの右側一旦消していただいて、はい。で、上の行のポジションの差分取ってるカッコの中身は一旦コピってきてください。はい。こうですね。はい。
で、こいつのドットノーマライズドを読んでください。ドットノーマライズドかける100としてください。かける100。そしたらこれで実行してみましょう。お、なんか来た。いいですね。でも避けられますよ。まあ避けられないとゲームとして成り立たないので今度はこのエネミーをわらわらと湧くようにしましょう。はい。このエネミーを今固定で置いてあるものを使ってたんですが、はい。固定で置かないでそもそもメインゲームが自分で生み出せるようにします。はい。3行目ぐらいにバーと書いていただいて、まあエネミーシーントでもしておきましょうか。で、イコールと打っていただいて、プリロードと打っていただいて、プレロードですね。はい。カッコしていただいて、カッコ。ダブルクォート入れていただいて、res://enemy.tscn、これが先ほどメインゲームに敵キャラクター追加するときに、ファイルシステムの方から enemy.tscn をドラッグ&ドロップして突っ込んだじゃないですか。はい。あれが GUI で追加しておく方法なんですけど、プリロードを使って読んでおくと、まあ、プログラム的に読める方法になります。なるほど。まずは1匹これを自前で生成するところからやってみましょうか。はい。レディの下にバードエネミーとしてください。はい。イコールエネミーシーンドットインスタンスとしてください。はい。3行目でエネミーシーンファイルを読んでおいて、それを実際に追加するのがこのドットインスタンスになります。はい。12行目13行目でドルエネミー、ここを全部エネミーで書き換えてください。はい。ポジションを参照してる部分も同様に。あ、了解です。エネミーインスタンスを作った時点でポジションを設定するの忘れてたんで、ポジションを設定します。はい。エネミードットポジションイコールでベクター2なんですが、500の60度でもしておきましょうか。500カンマ60。はい、また 2D 表示に戻っていただいて、はい。今いるエネミーを消します。消す。はい。さよなら。このシーンを実行してみましょう。はい。来ねえな。来ねえな。あ、すいません、忘れてました。ノードってシーンの下にあるように必ず親子関係で構成されてるんですね。はい。その親子関係の中に入れるの忘れてたんで、画面にも出てきませんでした。はい。アットチャイルドと打ちます。この中に作ったエネミーを入れます。エネミーですか？いいですか？はい。そしたら、これを実行してみましょおー、来た、なんか。う。いいですね。これでプログラムからデッキキャラクターをいつでも作れるようになりました。はい。じゃあこれをポン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 といっぱい出すようにしましょう。はい。まずメインゲームの下に新しくコノードを追加します。タイマーを選んでください。タイマー。はい。このタイマーに時間数えてもらって、一定時間経つごとに、はい、デッキキャラクター生成する形にしようと思います。はい。このタイマーの名前をエネミースポーンタイマーとでもしましょうか。はい、このインスペクターでウェイトタイムに設定した秒数ごとにタイマーが数えてくれるんですが、はい、何秒ごとにしたいですかね。1秒とかでいいんじゃないですか。じゃあ1秒でいきましょう。オートスタートをオンにしておいてください。オートスタートオン。はい。このインスペクターって書いてあるところの右、ノードってあると思うんですが、はい。タイムアウトを右クリックして、はい。接続としてください。はい。そしたら今メインゲームが選ばれてるので、そのまま接続をクリックします。はい。こうすると、この新しく勝手にファンクでオンエネミースポーンタイマータイムアウトというのが出たと思うんですが、はい。このゲームエンジンって親子関係になったノードと、そのノードが発生させるイベントを相互に作用させて動くんですね。はい。今回はこのタイマーのイベントが発生した時の処理を追加することで、イベントが起きた時に同行するようにしました。レディの中でエネミーを作って座標と回転と速度を設定してアットチャイルドしてるじゃないですか。はい。ここの5行丸々カット&ペーストして25行目のところに持ってきてください。カット。貼り付け。はい。実行してみましょう。おー、でもこいつらこいつらが一方方向からこれしか来ないぞ。とりあえずこれでタイマーが発火するごとにキャラクターの追加ができるようになりました。はい。次は敵キャラクターをランダムな位置から出すようにしましょうという前に、はい、5道の右上の一時停止ボタンを押してみてください。はいはい一時停止しました。そしたらシーンのところに今実行中なんでリモートとローカルって出てるのがわかると思います。左のノード3が普段出てる場所ですね。ああはいはいリモートローカルでこれのリモートをクリックしてみてください。はい。メインゲームの左側の開いていただいて、あこれね。はい。そしたらここに追加したエネミーがずらっとあるのがわかると思います。はい。一旦停止して、
リモートで見ることで、今実行中のノードの状態がどうなってるかここで見れるんですね。見ていただいた通りエネミーが無限に湧いてそのまんま消えません。なんで実行して1時間も経ったらひよがやめさんのパソコンは爆発しますちょっとこれを先にどうにかしようと思います。エネミーのシーンを開いていただいて、でエネミーにコノードを追加します。ビジリティノティファー 2D というのがあるので、これか、ノティファー 2D ですね。そうです。こいつのノードでシグナルの中にスクリーンエグジットっていうのがあるじゃないですか。これを右クリックして接続します。そしてエネミーに接続します。ビジリティノティファー 2D って自分が今画面内にいるかどうかだけを検知するノードになってまして、画面外に出た時にこのスクリーンエグジットっていうシグナルを出します。画面外に出たっていうシグナルを受けたらエネミーが自殺するようにすれば我々のパソコンは守られるという寸法です。Q アンダースコアフリーと打ちます。まず自分自身を削除するのにフリーっていうのがあるんですが、いろいろとややこしいめんどくさい話があって、動いてる途中に突然自殺するとバグるんですね。Q フリーというのはとにかく後でいい感じに削除してくれます。そしたら保存していただいて、で実行してしばらく経ってからもう一度リモートを見てみましょう。チュン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 。これでリモート見てみると、消えてる。余計な分は消えてくれてますね。これで我々の部屋は守られました。やったー。よし、じゃあランダムに出しましょうか。画面の中から本当にランダムに出てくると、プレイヤーがいる場所に突然ランダムで出現してそのまんま即座にゲームオーバーになることがあり得るんで、画面の外側から出てくるようにしましょう。そうですね。それをやるのに出現位置をまず定義します。メインゲーム開いてください。コノードを追加します。パス 2D です。パス 2D。これですね。で、これは画面の中にパスをかけます。すごい。ビューって書いてあるところの右に緑のやつだ。緑のやつを選んでください。これですね。で、今回はこの画面の外周に沿って、なんか言っちゃった。いいですね。こんな感じですね。今回線を描いて、でその線の中からランダムで敵が出るようにしようと思います。何これどういうこと？なんでこのパスをいい感じに動かして画面の外周と一致するようにしてください。なんかこんな感じでできました。いいですね。このパス 2D にさらにコノードを追加します。このパスフォロー 2D というのを追加します。これですね。このパスの中の任意の点を表すやつになります。これをプログラムから利用して敵の出現位置を決めていきます。20行目の下に新しく行を入れていただいて、ドルパスフォロー 2D と打ってください。そしたらパス 2D スラッシュパスフォロー 2D があるんで、それをいい感じ、それ大丈夫です。ドットオフセットと打ってください。イコールで RANDI と打ってください。こうですね。カッコをつけてください。今ポジションを適当に560にしてる部分を消してリライトして、もう一回パスフォロー 2D を入れていただいて、ドットポジションと打ってください。動かせましょう。いろんなとこから来る。いろんなところから出てくるようになりました。やったー。まずパス 2D で敵の出現位置を決めるラインを引きましたと。でパスフォロー 2D というのはそのラインの中の任意の位置を表す点です。でそのパスフォロー 2D はオフセットでもって自分が線のどこの位置にいるかっていうのを決めてます。ランド i っていうのは乱数を取ってきます。なのでその線の中のどこにいるのかをランダムに決めた後、そのランダムの位置のポジションを取ってきて作ったエネミーのポジションに与えることで、線の中のランダムの位置から敵を出すことができるようになりました。やったー。ゲームクリアね。ゲームオーバーまず作りましょうか。プレイヤーのシーン開いていただいて、ノードのエリア 2D のシグナルでエリアエンタードに接続してください。これか。
はい。これは他のエリアが入ってきた時に呼ばれるので、ゲームオーバー画面に遷移するようにしてゲームオーバー画面を作りましょうか。はい。シーンから新しいシーンとやっていただいて、今回はユーザーインターフェースにしましょうか。名前をゲームオーバーとでもしましょう。はい。コノードを追加でラベルを追加しましょう。はい。ラベルのインスペクターを開いていただいて、テキストとあるのでここにゲームオーバーとでも書きましょあ、これか。う。インスペクターのシームオーバーライズというのがあります。これか。それをしていただいて、フォンツを押していただいて、フォンツが空になってるのを新規ダイナミックフォントにします。このダイナミックフォントをクリックしていただいて、で、さらにその中のフォントを押していただいて、そこのフォントデータを押していただいて、今度はクイックロードを選びます。そうすると、最初にダウンロードしたセットの中にあるやつがあるので、これを選択して開いていただいて、セッティングというのがありまして、ここでサイズをいじれます。おー、すごい。はい。できました。できました。ゲームオーバー画面の完成です。やったー。そしたら、プレイヤーのところへ戻っていただいて、エリアエンタードを接続した部分の中身を書き換えます。で、ここで、get アンダースコア3はい。で、ドットをつけます。チェンジシーンを書きます。はい。この中から先ほどのゲームオーバーを保管されている中から選んで、これで、メインゲームから動きを始めて確認してみましょう。はい。よいしょ。おー、ゲームオーバーになった。この勢いでタイトル画面も作って、ゲームオーバーからタイトルへ、タイトルからゲームを始めれるようにしましょうか。はい。はい。で、ゲームオーバーにコノードとしてボタンを追加しましょう。作成。ボタンのテキストを GoTo タイトルとかいいんじゃないでしょうか。本当の設定をちょっとパッとコピーする方法がありまして、ラベル開いていただいて、ラベルのインスペクターのフォントの右側の下矢印を押していただいて、コピーを選択します。コピー。はい。そしたらボタン開いていただいて、同じところのところで今度は貼り付けをできます。おー。ゲームオーバーにスクリプトつけてください。そうですね。はい。今回作成だけしたらボタンのノードを開きます。はい。のノード。で、プレスドのシグナルをつなぎます。はい。で、ここでプレイヤーのところでやったのと同じように、チェンジシーン、タイトルをやります。はい。タイトル画面にも同じようにボタンつけて、タイトル画面からメインゲームシーンに行けるようにしましょう。よいしょ。はい。いいですね。そしたらここからやってみましょう。スタート。あ、スタートした。ゲームオーバー。GoTo タイトル。いいですね。やったー。いえ、ちゃんとボタンこんなん作ってくれるんやん。この辺がゲームエンジンのありがたみですね。よいしょ。OK です。最低限の形としてはこれで1個のゲームが完成です。やったー。おめでとうございます。やったー。ゲームエンジンを使ったゲームを作る形と、スクリプトをどういう風に書くのかっていうのを扱う触りとしてはこんなところで十分でしょう。では完走した感想はいかがですか？なんか難しかったですだと思います。難しかったです。全然わからないでもなんとなく次はもうちょっとなんか今よりはスムーズにできるんじゃないかなってちょっと思うかな。いいですね。はい、頑張ります。これ一回やっとくだけでね、だいぶ理解が違いますからね。はい、これでチュートリアル完了です。本当に初心者であったひょが嫁さんも簡単なゲームを作る方法を学べました。これは5道ゲームエンジンのチュートリアルの内容を私が少しアレンジしたものです。概要欄にリンクを貼っておくので皆さんもぜひやってみてください。これの後、私とひょが嫁さんはこの経験を生かしてオリジナルのゲームを作成しました。次の動画ではその制作の様子をお届けします。もしよかったらチャンネル登録して楽しみに待ってください。